こんにちは、アンナスです。今日は、ここをもう刺繍したんですけど、こんな感じのものを作っていこうと思います。なので上着を着てます。部屋の中なんですけど、今日は上着に刺繍してみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、パフテックっていうらしいんですけど、ちょっと大きめで中にいっぱい着るからと思って L サイズにしたんですが、さっき試しにセーターの上から着たらやっぱちょっときつかったですね。だからちょっと春物なのかもしれない。で、これに刺繍するんですけど、中がちょっと撥水加工って書いてあって水を弾きやすい。なのでもしかしたらジャコペーパーが映らないのと中綿が入っているので、やっぱここふわふわしてると映りにくいっていうのがあるんですけど、でもなんかこう薄いから力入れたら結構いけそうな気もする。ちょっとわかんない。で、あと気をつけなきゃいけないのが、なんかここにボタンがついているので、ここも一緒に縫わないように、ここに来たらこう避けて刺すみたいなことしなきゃいけないんですね。でもなんかね、とっても可愛い。もうこれだけで着たいなと思ったんですけどでもせっかくなんでここにちょっと刺繍を入れたいなっていう感じです。で、何を刺繍するかというと、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室。服の刺繍といえば大体この本を持ってくると割といろいろ使いやすいんですね。この野バラの袖のブラウスのここのバラの部分、これをこことこっちに両方にやると可愛いかなと思ったんですよ。なんか白で線の刺繍で6本取りでざーっと刺して、どっちか迷ったんですけど、このカンパニュラの方も可愛いかなと思って、でも縦につなげるんだったらカンパニュラだとちょっと細くなってしまうんで、野バラの方がもうちょっとこう華やかさが出るかなと思って、なので、これで1ブロックなんで、この2ブロックをここにやって左右できたらいいかなって考えてます。じゃあ図案を写していきます。はい、ではこの本の68ページに図案が載っているんですけど、この図案は実物大なんですけど、これよりもっと大きくしてなんか存在感を出したいので 140% 拡大しました。で、これを使ってスマプリで刺していきます。スマプリ A4 サイズ入ってます。で、シートになっているんで2枚入ってます。で、このうちの1枚を取ってもらって、で、ザラザラの方に外側1センチぐらい残して、あんまりギリギリに描くと刺せなくなっちゃうんで、それでペンでなぞっていきます。はい、こんな感じで写せたので、ハサミでカットします。で、ちょっとこういう無駄なところは切ってもう捨てちゃっていいです。で、もう一個写してそれを服に貼っていきます。はい、それではこれ2枚同じものを 140% 拡大を写したので貼っていきます。で、貼る時なんですけど、これ一気に剥がすとぐちゃぐちゃになるので、
少し剥がしてください。少しだけ剥がして、もうこれでもふにゃふにゃして大変なんですけど、だいたいこれぐらいですよね。これぐらいで、そう、ポケットのところぐらいまでになればいいので、ちょっとだけ貼ります。で、裏の剥離紙っていうんですかね。これをそっとずつ剥がしながら、貼りながら貼っていきます。で、できるだけピシッと貼ってくださいね。なんか、綿が入ってるんで、シワのまま貼っちゃいそうになるんですけど、端から少しずつ貼っていって、こんな感じ。で、こっちも上から貼るのがなんかバランスが取りやすくていいかもしれない。画像だとこれ本当に大丈夫って思うかもしれないんですけど、肉眼では全然ね、質感が違うので大丈夫です。見えます。これが黒い布とかだとちょっと見づらくなるかもしれない。こんなもんかな。ここに空間があるから、そうですね。これがちょっとこう斜めだったでしょ。ちょっと縦向きにしてセットして、でまた少しずつめくりながら貼ります。スマプリって結構何回かリニューアルしてて、一番最新のスマプリを持ってる方はこういう風にしないと貼れないんです。昔のやつもっと硬かったからベリって剥がしてベチャっていけたんですけど、そこがちょっと違いますね。で、外側のはちょっとね、今くちゃってなってますけどいいです。後で取るんで、少しぐらいこうぐちゃってなってても大丈夫です。じゃあこれを刺繍していきます。はい。では枠をはめます。枠はめなくてもどっちでもいいです。私は枠がはまるものなら全て枠をはめたいタイプなので、なんかないと気持ち悪いって感じなんですけど、ただはめるとちょっと硬くなるかなと思うので、なのでどちらでもいいです。で、6本取りで、ピンクにしてみます。6本取りなので、6本の束で出してもらって、で、6本取り用の糸を用意して、玉留めで始めます。で、本にはバックステッチと真ん中のこの点々をフレンチノットでやりましょうって書いてあるんですけど、それだとちょっと線の存在が細く見えてしまうので、少し存在感を出すためにアウトラインステッチでやろうと思います。説明してなかったです。ちょっと待ってください。まず一目作ります。今これが一目作った状態ですね。で、少し先から針を出します。で、最初に作ったステッチの真ん中あたりギュッと押して糸の下に刺します。糸を割ると違うステッチに見えてしまうので、アウトラインは少しずつ重ねるステッチですね。で、またちょっと先に出して最初に作った2個目に作ったステッチの真ん中あたりのところに刺す。で、これを繰り返していきます。じゃあこれで一周ぐるっと刺していきます。はい、では最後ですね。最初に作ったアウトラインの上から出して、最後に作ったアウトラインをギュッと押して刺すって感じです。で、その後中のこの線もやっていくんですけど、どっちがいいかな。どっちでもいいです。
バックステッチでもいいし、アウトラインでもどっちでもいいです。外側はなんかアウトラインの方がこうカーブも綺麗に出るしいいかなと思ったんですけど、まあお揃いでアウトラインでいいか。できるだけ一筆書きになるようにすると裏が綺麗なので、裏が糸渡っちゃうとダメなんですよね。例えばこう糸が渡って次ここからやるみたいなことになると、これ糸がこう渡るので、必ずこっち側に移動したい場合はぐるぐる絡めてここに行くとか、一回ずつ切ってでまた玉留めしてこっちから始めるみたいな感じにしないといけないんですけど、まあなんかめんどくさいので、できれば一筆書きだから今ここ行ってで、まあ行ったり来たりしながらまた次のも行ったり来たりみたいな感じのやり方がいいかなと思います。でせっかくなんでついでにフレンチノットステッチも説明します。で最後までいったらここで切りがいいのでフレンチノットいきます。まあこれぐらいの距離だったらビュンと飛んでも大丈夫そうですね。まず針を点の印のところから針を出します。で少し上を持って空中で2回巻いてほぼ同じ穴に刺します。でここぐちゃぐちゃを引き絞ったら裏から針を出す。でまた同じように空中で2回巻いてほぼ同じところに刺して引き絞ってから針を刺す。最後引き絞るのを忘れるとぐちゃぐちゃになるので気をつけてください。っていう感じで、まあとにかくこの線の部分をアウトラインで、葉っぱもそうなんですけど、まず外側の輪郭を作ってから中を埋めるとやりやすいですね。でフレンチノットやってもうただひたすらそれの繰り返しなので時間はかかるんですけど、ステッチはそんな難しくないんで、どんどんもう暇な時にちょっとずつ30分とかテレビ見ながらちょっとずつやるみたいな感じで進めてもらうと結構進むんじゃないかなと思います。それで糸がギリギリになったら終わらせるんですけど、もうちょっといけそうですね。今真ん中にいるんで、ちょっとこの辺アウトラインステッチで、そうそう、アウトラインステッチの向きはできるだけ揃えた方がいいです。この右向きなので隣も右向きなんていうんですかね、まあ、重ねる方向を今だと向かって下に刺してるんですけど、このレーンは全部向かって下に刺すみたいな感じで繰り返すと見た目が綺麗です。いろんな方向に刺しちゃうとなんかバラバラしてるので、まあ、別に悪くはないんですけど、こんなもんかな、もうちょっといける。あんまりギリギリまでやるとあれなんで刺繍がやりづらくなってくるんで、あともうちょっといけるかなみたいな感じで毎回やってしまうんですが、そろそろもういい感じですね。糸を終わらせるときは、まあ、裏に絡めるんですけど、今日は線の刺繍なので2回ぐらいだとちょっと心配なんで、もっといっぱい絡めて、でギリギリでカットします。でまた6本取りで始めるときは玉留めでスタートして、もう一筆書きのようにアウトラインの向きをできるだけ揃えるようにして
外側刺して内側埋めるみたいな感じでやっていきます。はい、ではちょっと上だけしかできてないんですけど、指サック便利なんで、うちで売ってるのはちょっとピンクなんですけど、私指が意外と小さいのでこれでちょうどいいんですけど、これ S サイズですね。これで針をギュッて引っ張るといい感じに抜けます。でここまでできたんですけど、なんか下までやると結構うるさいかなと思って、なんか白だったら全部やってもいいかなと思ったんですけど、ピンクだから、もしやるんだったら反対側にやったらちょうど可愛いかなと思って思ってるところです。なのでちょっと下はやらずに、そしてちぎります、いつものように。でちぎる時に引っ張ってもいいんですけど、ミシン目になってるから引っ張ったら取れるんですが、ちょっと無理やりやると糸がビヨンってなっちゃうんで、ハサミでちょっと切ったりして取ると綺麗にできます。で中のところはもう私はいいかなと思って、この細かいところはもう残しといてもいいかなと思います。もし気になる方は水で溶けるのでお水で消してもらったらいいと思います。で刺し方のところで葉っぱなんですけど、葉っぱはストレートステッチで、中アウトラインで、ちょっと見えてなかった。中アウトラインで左右はストレートステッチで刺してます。って感じで結構ね可愛い。早く着たい。もうだんだんなんかアウターが同じものばっかりになってきて飽きてきたんで、ちょっとねこういう感じで気分転換できると服がまた楽しくなりますね。これはちょっと相当剥がそうと思います、下のやつは。でこっちに張り替えて、反対側も両方にあると可愛いですよね。でも中は気にならないですよね。この辺はちょっと頑張って剥がしていこうかなと思います。はい、ではできました。出来上がりです。結構時間かかりました。1日何時間やったかな。でも2日かかりました。1日中やってなかったんですけど、でも1日4時間ぐらいずつやって2日かけて作りました。結構大変でしたけど結構かわいい。それで周りのところはちぎったんですけど、もうこの隙間がちぎれないので、ちょっと洗濯でどうにかしようと思います。これなんか洗濯表示見たらそんなクリーニング出すほどでもないので、洗濯機で多分ネットに入れて洗濯機回せそうな感じなんで、多分それでこの隙間のやつは落ちるかなと思います。ということでまだ中の方は残ってるんですけど、このまま着ちゃおうかなと思います。ではでは皆さんもよかったら作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。